皆様こんにちは。ジオラマ制作担当のアトリエモルジです。地理学出身でちょっぴり地理のエッセンスを加えたジオラマを作っています。今回は10年以上前に制作しました畳1畳よりも一回り小さいレイアウトをご紹介します。ジオラマ内に地層を再現したのも特徴です。既製品の建物を中心に制作したレイアウトで、これからレイアウトを制作する場合のご参考になればと、制作編、完成編とチャプター分けしました。ご活用ください。制作編一部ちょっと画像がなくなっちゃってるのでご了承ください。最後までお楽しみいただけましたら幸いです。なお、この作品は猫パブリッシング社刊 N ゲージ大図鑑2013に掲載していただき、表紙にもご採用いただきました。ここからは駆け足ではございますが、制作状況をご紹介します。奥羽本線の福島から山形間をイメージしつつ、東北のどこかで見られるような風景の再現を目指します。ホームセンターで購入した 1300mm×750mm の板の裏側に角材に木工用ボンドを塗って板に接着して釘打ちしました。線路はトミックス線路を使用しました。レールを板の上に並べてレイアウトプランを検討しました。単線エンドレスで列車交換が可能な駅を設置して、少しでも列車を長時間走らせられるように小判型のエンドレスを2枚重ねたようなプランにしました。ボードの上にはスタイロフォームを重ねます。山形をイメージしつつ、どっかにありそうな山岳地帯の風景を再現しようと思います。スタイロフォームを重ねて高度を稼ぎます。大まかな地形をベースに毛書きをして、それを元にスタイロフォームをカットします。カットしたスタイロフォームを重ねていきます。線路を敷いてバランスを整えます。線路の高低差はこのようなイメージになります。奥のガーダー橋、左手の高架橋で川を渡るイメージをしています。川になる部分はカッターで地形をざっくり作ります。スタイロフォームだけではなく、手持ちの発泡スチロールも活用して地盤を作りました。大まかな地形ができましたので、試運転をして走行状況を確認します。少しだけちょっとジェットコースター気味なんですけど、そこまで目くじら立てるほどではなかったんで、コントローラーで速度調整すればいいかってことで制作を進めます。一旦レールを外してスタイロフォームと発泡スチロールを木工用ボンドで接着します。線路の勾配はサブテレイン製品のインクラインを使用して確実性を持たせました。インクラインに木工用ボンドを塗ってベースのスタイロフォームに固定します。このインクラインはカーブにもしっかりと対応してくれるので、とても使いやすいです。10年以上経った今でもストックを持っているぐらいです。カーブの区間は木工用ボンドが乾くまでようじで仮止めします。インクラインの上に路盤の形に切り出した厚紙を接着していきます。線路はこの頃は木工用ボンドで接着していました。今は線路の設置場所によって木工用ボンドとゴム系接着剤をその都度使い分けています。線路は茶色系の缶スプレーで塗装しました。ポイントやフィーダーの部分はマスキングしています。全体を塗装しました。乾燥したらレール表面をやすって余分な塗料を剥がします。川を渡るガーダー橋はトミックス製品をそのまま使用しました。タミヤ製のウェザリングマスターを水で溶いたものを筆に含んでそれを塗っています。この頃はまだ墨入れの技法をマスターしていませんでしたので、ガーダー橋同様にウェザリングマスターで水を溶いて筆塗りして汚れを再現しました。ホームはトミックス製品を使用しています。島式ホーム、対向式ホームを混ぜて使用しますので、表面に厚紙を接着して質感の統一を図りました。駅には跨線橋を配置します。トミックス製の跨線橋を分解して白色系の色に塗装しました。その他建物はジオコレ製品を中心に使用しています。塗料が乾燥したら組み立ててウェザリングマスターで汚します。色を変えるだけなんですけど、随分と雰囲気が変わってくれました。この跨線橋、福島県の浜通りの常磐線の各駅をイメージしました。レイアウト内のその他の建物はジオコレ製品を中心に使用しています。10年以上前の作品のため、この後の制作の画像データを全部なくしてしまいまして、いきなり仕上げのご紹介です。樹木は里山工房さんの製品を使用しました。金系の樹木は里山工房さんの製品で再現していて、色合いは単一にならないように複数の色合いで再現しています。雑草表現はカラーパウダーを散布した場所に達人芝を接着して立体的に表現しました。レイアウトの右手には大きな山を作って、線路はトンネルで越えています。
その山の側壁には乾燥後にザラザラした仕上がりになるサンデーという素材を画材屋さんで見つけましたので使用してみました。かなりすっ飛びましたが無事にレイアウトが完成しました。ここからは完成したレイアウトをご紹介してまいります。完成編は細かく8つのチャプターに分けましたので、ぜひチャプターもご活用ください。個人的には国道シリーズおすすめです。全部ご覧いただけたら嬉しいです。このレイアウトは冒頭でも紹介しましたが、幅 1300mm 奥行き 750mm のベースに制作しました。畳1枚ないのでダイニングテーブルに置いて楽しむこともできるコンパクトなサイズになっています。次に大まかな地形をご紹介します。河川の浸食でできた盆地っていう設定で、河川はこのマークした部分を流れています。河川周辺の地形は山形県のどこかにありそうな地形をイメージしました。今見ると村山市や大石田町付近のようにも見えます。動画化にあたり久しぶりに画像を見て、最上川中流域の河岸段丘にも見えてきて、思わずニヤッとしてしまいました。レイアウトの中でもひときわ存在感があるのが右手にある高い山です。この山は地下水位が高くて土砂災害が多いっていう肘折温泉みたいな設定で、落石防止ネットを再現しました。この落石防止ネットは三角コーナー用のネットと、確か針金だったと思うんですけど、もしかしたら真鍮線かピアノ線かもしれないんですが、ネットにカットした金属棒を差し込んで自作しました。簡単にできますんでおすすめです。線路配置は小判型エンドレスを重ねています。画面手前の線路がカーブして奥に行って、ガーダー橋を渡りトンネルに入ります。そしてトンネル内で線路は複線になってトンネルを抜けると駅になります。駅部分は複線なので列車の交換が可能です。駅を出ると線路は再び単線になって少しずつ下りながら再び川を渡ります。線路はさらに下りながらトンネルに吸い込まれて再び手前の直線の区間に戻ってきます。車両を線路に乗せるときに周りに建物があったり樹木があると引っかかってしまいますので、レイアウト手前の直線区間で車両を乗せるようにしました。ここからはレイアウト内を車両の走行をイメージしながらご紹介します。レイアウトの左手前のコーナーには畑を再現していて、休憩しながら談笑する農家の人々を配置しました。畑は確か津川陽光製の畑マットを使用したような記憶があります。この畑のコーナーを線路はカーブを描きながら高度を稼いでいきます。線路は右にカーブを描きながら高度を上げながら河川を渡ります。この河川は谷を形成していて、線路は岩場の上を渡っていきます。画像からも線路に勾配がついていることがお分かりいただけると思います。河川を渡った線路は引き続きカーブを描きながら国道の踏切を渡ります。踏切で山道と交差してまだまだ勾配を登り続けます。踏切を渡ったカーブは曲がりきったところでこのレイアウトの最高地点になります。カーブを曲がり終えたら今度はガーダー橋で河川を渡ります。このガーダー橋の区間はこのレイアウトでも数少ない直線区間になります。線路は鉄橋を渡ったところで複線になってトンネルに吸い込まれていきます。複線になった線路は複線のままトンネルを抜けて駅に入っていきます。複線の線路は今度は引き続き右カーブを描きながら直線に入るんですが、この駅の区間はこのレイアウトの中でも数少ない平坦な区間になっています。駅を抜けると線路は再び単線になってカーブしながら今度は下り勾配に入ります。当時は私富山地鉄にハマってまして、富山地鉄の電車を走らせても違和感がないような仕上がりを目指していました。緩やかに下りながら河川を渡ります。河川を渡った線路はカーブを緩やかに下りながら再び国道と踏切で交差します。さらに線路は下りながらガーダー橋で河川を渡っていきます。引き続き線路は下りながら山の裾野カーブを描いていきます。そしてこのレイアウトの見どころの一つ、落石防止ネットの前を下っていきます。岩肌はホルペイン製のサンデーというモデリングペーストを使用してまして、ザラッとついた感じの仕上がりになってくれます。この区間の河川柱は富山地鉄の1476丸型を撮影するためにジオコレの鉄骨河川柱を設置しました。
少しでも富山地鉄のように見えてくれたら嬉しいです。落石防止ネットの前を線路は進み、トンネルに吸い込まれていきます。線路は駅の下をトンネルで抜けてホームの下で顔を出していきます。再びレイアウト手前の車両を乗せるスペースに戻ってきて、レイアウト一周の旅は終わりを迎えます。もしかしたらお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、このレイアウトは鉄道以上に国道の再現に力を入れてまして、画像手前側で国道は河川が形成した谷に沿うように走ります。河川沿いを走っていた国道は最近開通した山越えのトンネルがあるバイパスと分かれます。まだ国道指定が解除されていないため、旧道とは立派な国道で、旧道は駅前の集落に向けてつづら折りで高低差を克服します。駅前を通り集落を抜けた旧道は今度は橋で河川を渡ります。橋を渡ると一気に道幅が狭まり、酷な道、国道となって山越えに向かいます。国道好きな方だとご存知の方も多い国道399号線の山形宮城県境の鳩峰峠区間をイメージしました。まずは旧道の詳細をご紹介します。バイパスと分岐した国道の旧道はまだ国道指定が解除されていませんので、先ほどご紹介しましたように国道399号の国道看板が設置されています。つづら折りの斜面はバイパス工事が実施されていたこともあり、樹木などは伐採され雑草が生い茂っています。このレイアウトの一番の特徴とかなり個人的視点で思っているのがこの地層の表現です。私が初めてもしくは2回目ぐらいに制作した地層の表現で、カラーパウダーで地層の違いを何層にもわたり再現しました。これは小学校の時の校外学習で地層を見に行った時、これを思い出しながら制作しています。つづら折りを登り切った旧道は駅前の小規模な集落に入ります。旧道は駅舎を越えると T 字路を右折して河川の橋で渡ります。実はこの T 字路、まっすぐ行くと旧道になっています。橋はジオコレ製品を使用しました。ウェザリングマスターで汚しています。集落を抜けて河川を橋で渡る旧道ですが、この橋の区間だけ道幅が広くなっています。これは近年になってまだトンネル計画が推進される前に橋が架け替えられたっていう設定のためです。先ほどの T 字路をまっすぐ進むと旧道になっていて、住宅の先でカーブして下り勾配になり急橋がありました。現在では昔の橋の手前にガードレールが置かれて通行止めになっています。そして橋の跡地には兄弟跡を再現しました。橋を渡った先にも、旧道の兄弟の跡を再現しています。こういう再現って作っててすっごく楽しいです。橋から集落方向を撮影してみました。このエリアはわざと人と車配置してません。国道好きな方ならにやりとしていただけると思います。旧道は橋を渡って森を抜けると踏切で線路と交差します。本来は単線なんですが、このように撮影すると複線の幹線にも見えます。旧道は河川を橋で渡るといよいよ峠越えに差し掛かるという雰囲気で山がちになります。踏切を越えると集落もないような山道になるイメージです。踏切を渡った旧道はさらに道幅を狭めながらレイアウトの外に抜けていきます。国道好きにはたまらない狭小区間の国道看板を再現しています。一方で国道のバイパスのご案内です。実物の高畑では計画ないんですけど、夢物語として近年鳩峰峠にトンネルが開通したっていう設定にしました。バイパスができて現在で車の流れはバイパスに流れているっていう設定です。トンネル入り口には情報掲示板と信号機を設置しました。つい最近にトンネルが開通した設定のため、情報表示は高畑バイパス開通、トンネル内走行注意と表示しています。またまだバイパスは開通したてのため残工事が残っていて、この区間では道路の拡幅に伴う河川の護岸工事が実施されているっていう設定にしました。この区間はバイパスに合わせて道路が拡幅されるっていう設定で目下工事中っていう状況を作っています。道路工事の看板はパソコンで自作しました。ペイントソフトでデザインを作りました。施工業者はアトリエモレジになっています。
ここからはレイアウトの主役の一つ、駅をご紹介してまいります。レイアウトの主役の一つである駅舎は建物コレクションの小学校を塗装変更したものです。駅脇の広場には客待ちのタクシーと自転車置き場に自転車を置いて列車に乗ろうとする男性を配置しました。駅名はパソコンで自作したものを貼っていて、かつては栄えたであろう特急急行の停車駅というイメージで作っています。駅の構造は2面2線の対向式ホームとして上下線を跨線橋でつないでいます。またマークした部分にはトミックス製の開放ランプ付きレールを設置していて、機関車列車の着回しが楽しめるようにしています。またストレートなく雰囲気を楽しめるように小物類を配置しています。カーブ区間のホームは厚紙で自作しています。国鉄型ですとかさまざまな車両が似合うように意識して製作しました。このように苦戦区間のような感じで列車同士のすれ違いのシーンの撮影を楽しむこともできます。この頃からやっぱり富山地鉄大好きで、このように地方私鉄の車両を走らせるっていうことも意識しながら制作してて、富山地鉄のどっかで見れそうなそんな駅になってくれたかななんて思ってます。富山地鉄に限らずホームの屋根を短くしましたので、地方路線の車両だったら JR 車両でも似合ってくれます。奥羽本線の米沢から庭坂の間をイメージしましたので、719系の5000番台の2両編成も似合います。列車の行き先はご愛嬌なんですけど、719系の列車効果も絵になります。カーブするホームの部分は屋根がないので車両が引き立ってくれます。特急列車との交換も幹線らしさが引き立ちます。東日本の車両ではありませんが、581系もゴッパーさんを彷彿とさせてくれてとっても似合ってくれます。実際にはなかった車種同士の離合を楽しめるっていうのも模型ならではの光景です。跨線橋周辺の雰囲気は常磐線のいわきから仙台、岩沼なんですけど間にありそうなイメージで制作しましたので、651系同士の離合も似合ってくれます。これ何名とか意識したイメージがあります。外側のカーブレールは C317 の45を使用しています。ホームがカーブしているためホームの長さがわからないので、特急列車を撮影しても違和感を感じないメリットがあります。レイアウトはサイズの関係で長編成の列車だと不格好になってしまい、4両程度ぐらいまでが一番かっこよく楽しむことができるんですが、トンネルで車両が隠れてくれるんで単編成を感じることなく楽しむことができます。駅のすぐ脇にトンネルを配置しましたが、予想以上に効果的でした。気動車と特急列車の離合もローカルな雰囲気で仕上げたんで、いい感じでマッチしてくれてます。ホームの屋根は塗装しました。本当に一手間なんですけど、すっかり雰囲気が変わってくれるんでおすすめの簡単工作です。国鉄型の車両を並べると一気に時代がタイムスリップしてくれます。なおホームは車両4両が停車できる程度の有効調にしました。ここまでレイアウトの主役の一つである駅をご紹介しました。駅前には集落を再現しました。この集落はジオコレの建物で再現していて、奥羽本線の米沢から福島間の特に板谷峠前後のどこかにありそうな風景をイメージしました。駅前には数軒の商店があり、道路を挟んで住宅があります。このレイアウトの建物は自作の携帯電話の無線基地局以外は全て既製品を使用しました。色を塗り替えたり看板を自作したりするだけでかなり雰囲気が変わってくれるので面白いです。住宅もジオコレ製品を使用しました。住宅の前には井戸端会議をするご婦人を配置しています。その住宅の前には携帯電話の無線基地局を自作して設置しました。 T 字路の角には昔は酒屋さんだったんじゃないかなっていう想定されるような建物を置きました。建物の前の自販機にその名残が残ります。自動販売機の前にはこれから鳩峰峠の国道ツーリングに向かうライダーさんがくつろいでいます。駅舎正面には建物コレクションの委員を転用した郵便局を配置して、建物の前には加藤製のジオタウンの郵便ポストを置きました。郵便局の隣の駅前の商店は建物コレクションをそのまま使用しました。地方の駅前になんだかありそうだなって配置しています。以上でレイアウトのご案内は終了です。
既製品を中心に制作を進めていますので、これからレイアウトを制作される挑戦される方の何らかのヒントになったりしましたら大変光栄です。最後までご覧くださいまして誠にありがとうございました。次の機会にお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。さようなら。